夢日記。ゆかにゃ。気がつくと地下にあるライブハウスの入場列に並んでいた。今日は元ジュースリーダーの宮崎ゆかさん以下ゆかにゃの生誕イベントがあるらしく、ハロプロ界隈ではないおたさんから2000円でいいから来ないと誘われてきているようだった。入場列は徐々に進んでいき、階段を降りきるとライブハウスに入る手前のちょっとしたスペースで、今日誘ってくれたおたさんが集金をしていた。自分は2000円を渡そうとしたが、財布には5000円札と1万円札しかなくて、5000円でもいいですかと聞くと、お釣りがないというので、近くの人に、すいません、どなたか5000円を両替してくれる人はいませんかと尋ねると、自分の3人ぐらい後ろに並んでいた金髪でボサボサ頭の体がでかい30代ぐらいの男が、あ、俺ありますよというので、5000円札を両替してもらった。そしてそのお金で払おうとしたが、よく見てみると両替してもらったお金は全て外国のお金で、チャイナと書かれているが通貨単位がドルになっているお札と、どこの国だったかは忘れてしまったが、東南アジアのどこかの国のお札だった。自分はこれでどうにかなりませんかねと懇願すると、じゃあこれ全部ならいいよと言ってチケットを渡してくれた。2000円でいいという話だったのに、結果的に5000円を払ってしまったが、夢の中で頭がぼんやりしていたので、この時は何も考えずに渡してしまっていた。ライブハウスの中に入ると、自分の前に何人も入っていたはずなのに、会場はガラガラで、最前に10人程度がいるだけだった。ラッキーと思いながら、自分も端の方の最前に陣取って、楽しみに待っていると、ゆかにゃが登場した。しかし、最前なのに武道館の2階席から見るぐらい遠くに見えて、音も全く聞こえなかった。こうなると、逆にストレスが溜まってきてしまって、自分は最前から抜けて、壁の隅になぜか置いてあった木製のタンスの中に入って、ライブが終わるまで眠ることにした。目が覚めて、タンスから出てみると、ライブハウスの中はほとんど人がいなくなっていて、すでにスタッフの人たちが撤収作業をしていた。出入り口を見ると、ゆかにゃが立って、帰るオタクたちを見送っているのが見えた。自分は急いで、帰る準備をして、お見送り会の最後尾に並ぶと、そこには途中からイベントに登場していたのか、宮本かりんちゃんまでいた。宮本かりんちゃんは、コピンクちゃんの頃から結構好きなので、宮本かりんちゃんだ、やっぱし、かわいい、とテンションが上がった。いや、ゆかにゃだけじゃなく、宮本かりんちゃんにまで会えたし、今日のイベントに来た甲斐あったな、なんて思っていると、いつの間にか、ばあちゃんちの6畳の仏間にいた。すると、襖が開いて、入ってきたのは、アイドル衣装を着たゆかにゃだった。何かの平べったい段ボールの箱を自分に渡してきたので、元工場勤務でカッターの扱いに慣れている自分は、華麗なカッターさばきで段ボールの梱包を開けた。中から出てきたのは、ポスターサイズのサイン付き生誕記念写真パネルで、100枚の限定品らしく、自分のシリアル番号は2番だった。1番は本人が持っているとして、2番が当たったってことで来てくれたのかななんて考えていると、ファンクラブ用の写真撮影タイムになって、2人でパネルを一緒に持って記念撮影をした。その後に一緒にツーショットを撮ってもいいですかと聞くと、快諾してくれたので、腕を伸ばしてスマホでツーショットを撮ろうとしたが、なぜかゆかにゃは画面に映らなかった。角度が悪いのかなと思い、いろんな角度から試しても、どちらかは必ず映らなかった。そんなやりとりをしていると、襖が再び開いて、若い女性が入ってきた。ゆかにゃはその女性に寄って行って、恋人つなぎで手を取り合いながら親しげに話し始めた。内容を盗み聞きするつもりはなかったが、6畳の部屋なので、どうしても会話の内容が聞こえてきてしまって、話の内容から、この女性はバンドじゃないもんの七瀬組さん以下
グミキャンのようだった。顔も全然違っていたし、髪も普通に黒髪で、自分がイメージするグミキャンとは全く違っていたが、現実として目の前に存在しているので、すっぴんだとこんなに変わるのかと無理やりに納得することにした。自分は会話の合間を縫って今度はスリーショットをお願いすると、2人は快く快諾してくれたので、スマホを持って腕を伸ばして撮ろうとしたが、またしても1人ないし2人は映らなかった。角度的には映るはずなのに映らないので、なんでかなと思いながらいろんな角度を試していたら目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。